皆さんこんにちは。総裁カウンセラーのOKです。今日はお盆前の墓じまいのお話シリーズ3回目です。最初の時は離檀料のお話、そして2番目にちょっとした昭和の頃から今までの歴史をお話ししました。今日は市民の側がどんな風にお寺を敷居が高いって思っているかっていうお話をして、であと後半ではお坊さん側はきっとこんな風に思っている、そういう声を聞いたことがあるっていうお話をご紹介していこうと思っています。はい、ではね、まず市民の方からなんですけれども、もうつい最近もね聞きました。今って一つのご家庭が一つのお寺とお付き合いしているわけではないんですよね。当然ながらご夫妻がいらっしゃると、奥さんの側も少子化で他にご兄弟が1人2人しかいらっしゃらないので、嫁に行っていてもご実家のお墓とお付き合いしている、お墓参りをしているし、お寺様ともなんとなくお付き合いをしているっていうことが多いです。だいたいね、主婦の方が両方のお寺と連絡を取られているので、夫の側のお家の墓だから奥さんはノータッチってことはありませんよね。なので特に女性は今の例えば60代の方、70代の方っていうのは2つのお寺とお付き合いされてる方もいらっしゃるんです。ですから比べちゃいますよね。でこの間聞いたのは一方の方のお寺さんはまだまだ話せば分かってくださるんだけれども、もう一方夫方の方の菩提寺は、お墓のあるお寺さんはとっても本山クラスに近いような大きなお寺さんなので、なんかこちらがいくら要望したって、そういう人はもういいですよみたいな離檀していただいていいですよみたいなことになってしまって、お墓を移すつもりがないのになんかもういいかなみたいなことになりかねないので、もう向こうの言い分を飲むしかないんだっていうようなことをおっしゃっていた方もいらっしゃいます。お寺さんにとっては非常に耳の痛いことかもしれないんですけれども、こうやってね複数のお寺さんと付き合って、どうしても市民の方はこっちの方が付き合いやすいなとか、こうだったらもうちょっとお付き合い続けていけるのにっていうことを日頃感じながら墓じまいのことを考えていらっしゃるんですよね。ですのでお寺さんの側もやっぱり代々おじいさんの代からお父さんの代からずっとうちはこのやり方でやってきているんだっていうことがあったとしても、周りのお寺さんはどうなっているんだろうっていうことも時には気にしていただきたいですし、それに、合わせる合わせないは別としてね、ポリシーは突き通していただいても構わないんですけれども、やっぱり時代がすごく目まぐるしく変わっているので、なんだって6、7年前は墓じまいなんていう言葉は聞かれなかったんですよ。業者さんの中でしか聞かれない言葉だったんです。それが今やもう週刊誌でも特集が組まれるのはもうここ2、3年の話なんですよね。ですからもう本当に2年、3年単位でお墓のことってどんどん変わっていってます。でもしかすると墓地埋葬等に関する法律ってずっと戦後ほとんど改正がないまま来てますけれども、これだけ散骨の要望が高ければ近い将来もしかしたら改正あるかもしれないですよね。でそうなってくると、もうお墓の管理今まで通りでは全然立ち行かなくなってくる場合が考えられます。ですので、市民の声もねいろいろ聞いていただきたいと思うんですけどね。一番多いのは怒鳴られたって言って墓じまいを考えたっていうんです。怒鳴ったつもりはないんだと思いますよ。お寺様も普通におっしゃったつもりなんでしょうけれども、どうしてもねぶっきらぼうに聞こえてしまうみたいなんですね。市民の方からすると業者さんのお電話に慣れているので、マニュアルに従ってまずはありがとうございますとか、そのデスマスでお客様に対してのいわゆるマニュアル通りの口調で話しかけられるっていうことにすごく慣れてます、私たち。ですから、お寺様はフランクに檀家さんだし、しかも私たちのことをね、子供の時からご存知なわけですよね。走り回ってた頃をご存知で、だからフランクに話しかけちゃうんだと思うんです。ああ、そうみたいな感じで。その、ああ、そうっていうフランクな話しかけが、我々市民からすると、なんだか投げやりに話しかけられたとか、ちょっと喧嘩腰だったみたいな風に聞こえちゃう時があるんです。あ、いいよいいよそれでっておっしゃったことが、もうどうでもいいよっていう風に聞き取れてるっていうことすごくあるみたいです。私は本当にその相続とかで、ついこの間お寺さんと話したばっかりっていう方のご意見を聞くことが多いので、もう本当にね、ここ、もう気持ちがとってもなんか複雑です、私としては。お寺さんきっと、あの、
なんか敷居の高いお寺だなと思われたくなくって話しかけてらっしゃるんだと思うのに、それが一般の方からするとすごく存在に聞こえてしまう。だから別に杓子定規にお店みたいにした方がいいってわけじゃないんですけれども、年に1回か2回しかお話ししないんであれば、もしくはね、もっといい物差しで言うと、心の内を打ち明けるような人生相談の悩みとかに乗っていない間柄であれば、市民の側はもうとっても勇気を出して話しかけづらいなと思いながら電話をしてるっていうふうに思っていただいた方がいいと思います。ですからやっぱりデスマスなんでしょうね、基本はね。そして、切る時なんかも、友達感覚でガチャンってやらないで、こちらが切るのを待ってから切るっていうのが一般的な、社会人のやり方なので、それに合わせていただいた方が、こちらはドッキリしないと思います。先にガチャンって切られるとね、どうしてもびっくりしてしまうので、そういうことがあると思うんです。とってもなんかね、本当に、お店やなんかをやってらっしゃる方にとっては当たり前のことなんですけれども、ご住職としては本当にご近所の檀家さんだと思って、今は遠く離れて住んでいてもそういうつもりでお電話されているんだと思うので、ここが溝の第一ですね。それからあとよく聞くのは、うちのお寺は高いからっていうふうにおっしゃるんですね。何もかもが普通よりは高いからちょっと大変なのよ。墓じまいなんて持ちかけようものなら多分50万以上持ってこいって言われるわっていうふうに最初におっしゃる方が非常に多いんですね。で、その根拠についてはその50万の根拠をまず正してくださいっていうことを第1回でお話ししてますので、もし該当する方は第1回の動画を見ていただきたいんですけれども、お寺さんの側は前の代とかその前の代からずっとお付き合いされているので、お檀家さん全体の中でのバランスで見ていらっしゃると思うんですよ。ですから、もしかして2代前のおじいちゃんがご商売をされていて、とっても気前よくお布施をされていたっていう場合、まさにうちとかそうなんですけれど、うちは2代前は商売でしたから、動かせるお金が自由にあったんですね。で、先々代の前の私の曽祖父の時代には、サラソウジュの木をお寺に寄進しているぐらい、やっぱり檀家さんの中でも結構目立つ存在であったと思うんです。でも、代を経るに従って、祖父の代にはもうしがない文房具屋になってましたし、父の代はサラリーマンですのでね、とてもじゃないけれども、お寺さんが期待するような金額はお包みするのは結構大変でした。で、改修工事とかね、いろいろあった時には、一口50万とか言われたらお包みしていたんですけれども、でもやっぱりね、大変だったですね。で、しかも私の代になったらシングルマザーでも全然そんなまとまったお金って用意できないんですよ。頭を下げながらいつもお願いしている次第なんですけれど、でもやっぱりね、正直にお話しすることが一番大事なんだと思います。先代の時はこういうふうに羽振りが良かったけれども、今はサラリーマンでこのぐらいしかいただいていないので、このぐらいしか出せませんっていうことを言っていけば誤解はだんだん解けていきますし、お寺さんもね、ないものを出せって言っているわけではない場合がもう9割です。なくても出せっていうお寺はありますよ。ありますけれども、そういうお寺はもう、もし付き合っていくのが無理なんであれば、早めに墓じまいを検討された方がいいような気がします。それはね、もう代を経てももうずっとそのお寺さんのやり方なんでしょうから、変わらないって思うんであれば、ちょっと考え直した方がいいかもしれないです。でもそれはほんのごく一部のお話なので、もう本当話せばわかる、話せばわかるなんですよ。で、怖がらずに話してみた結果、意外とうまくいったっていうご報告をいただくことの方が多いです、実際。菓子折り持ってアポイントメント取って行ってみたら意外といいお寺さんでめちゃくちゃ話聞いてくれたのっていう声を聞くこともあるんです。そっちの方が本当にね、過半数ですので、諦めずにお付き合いはとりあえずしてみるのが一番だと思います。で、今度ね、じゃあお寺さんの側のびっくりするようなお話ってどんなのがあるのっていうと、代々何百年続いた、例えば600年、700年続いてきたお寺を私の代で絶やすわけにはいかないっていうふうにお考えになられている方は結構いらっしゃいます。本当にその話を聞いたことがあります。で、それをお檀家さんに全部お任せしているわけなんですね。全部って言ってもちょっと語弊があるかな。昭和の前半ぐらい、戦後ぐらいまでの頃でしたら、檀家さんの中で羽振りのいい方が年々やっぱりたくさんまとまったご寄進をされて、それで住職一家が進学したりするのに使ってくださいっていうことで、本当にね、何軒かの羽振りのいい
ご家庭に支えられていたと思うんですね。しかも村中とか町中とか同じお寺に所属されていたので、その場合でしたらみんなで村の文化財であるこのお寺を支えていこうっていう気持ちがありましたので、その場合はやっぱりお祭りの時だとかいろいろな時にお金を集めてみんなでご寄進をしていたと思うんです。ですからそれだったら屋根の修理代が急に必要になってもみんなで声かけ合って出せる人が少しずつ出して、で出せない人は大工仕事を手伝うとかね、肉体労働でご奉仕していたっていうのが現実だと思います。これであればみんなでみんなのお寺を支えているし、修理が必要ならみんなでやるし、床磨きが必要ならお休みの日にみんなで行って床を磨くしっていうことでお寺は維持されてきたと思うんです。ところが今は皆さんサラリーマンです。前回お伝えした通り自営業の家庭はもう1割切ったりしているぐらいなので、やっぱりこうね、シルバー人材とか活用されているお寺もありますけれども、市民の手を使って、お檀家さんがちゃんと、毎週のように床磨きに来てくれたり、庭の剪定やってくれたりっていうことは非常に少なくなっているから、それを業者さんに任せることになるから、維持費かかるんですね。それなのに私たちがお支払いできる金額っていうのもバブル崩壊前と比べたらだいぶ少なくなっている。だからお寺は崩壊の危機に瀕しているって言われるぐらい経営結構大変なんだと思います。私、いろいろな宗派の修正調査、宗派のね、調査結果っていうのを拝見するんですけれども、大きな宗派さん2、3箇所、毎年のように拝見してるんですが、もうね、順風満帆で何の支えもなくてもやれているっていうお寺さんは2割もないです。専業でお寺の中だけでうまく檀家さんの葬儀や供養をやっていれば回っているってお寺はないんですよ。本当に5分の1ぐらいしか。で、多くは過半数は副業を持っていて、学校の先生や役所勤めをされながらお寺を維持するために、その給料、住職がよそで稼いできたお給料の半分ぐらいを入れているんですね。お寺の修繕費とかに。で、その残り半分でつましく暮らしていらっしゃるっていう感じなんですよ。これ伝わってないですよね、市民の方には。ですから、お寺さんも、本当にそのね、歴史あるお寺を私の代で絶やさないようにって懸命なんです。あとはそれと似てますけれども、息子にこのお寺を継いでもらうんだったら、やっぱり檀家さんに信頼していただかなきゃいけないので、ある程度の大学を出さなきゃいけないって言って、進学費用が必要だからお布施は負けられないみたいな風に考えてらっしゃる、住職も結構いらっしゃいます。でも本当にね、それってそうなんですかっていうことが聞きたいです。お坊さんの資格を持っている方、全国に30万人もいらっしゃるんです。で、お寺の数は7万7千家事と言われています。もし、息子さんが継げなかったとして、そのお寺は廃寺になるかって言ったら違うと思います。法類さんなり何なりで同じ宗派さんで紹介して住職を継いでもらうことができるって、大概の規則には書いてあるんですね。お寺ごとに規則は違いますが、大きな宗派さんのひな形になっている規則を見ますと、みんな法類、同じ宗派の近くのお寺さんであれば、継げるし、兼務もできるっていうようになってますので、お墓の世話とか、そういったことが中心なんであれば、必ずそれはね、守っていけるものなんですよね。ですから、もし、お檀家さんから上がる費用で、修繕費も出せないし、どうしようっていうことになれば、周りのお寺さんとも相談だし、宗派さんとも相談だしっていうことで、支え合っていかなければ、本当はいけないんだと思うんです。で、本末論というか本来論を言ってしまえば、お坊様は需要があるからそのお寺に住職されているわけですね。村人たちがお願いだから、うちらのお墓を守ってくれと言って、中世の頃にそのお墓をね、守ってくれと言って住職してもらってるわけですから、人口が減って、今確実に人口減ってますから、もう必要がなくなった隣のお寺と一緒に面倒を見てもらえれば、もうボロボロに朽ち果てない程度にお墓の世話をしてもらえれば、もう時々独協してもらえればいい。毎日毎日朝晩にお勤め上がんなくっても、もういいよと、何週間かに一回隣のお寺の住職が来て、独協してくれればそれでいいよって、もし、その檀家さんたちみんながおっしゃるんだったらね、兼務でもしょうがないと思うんですよ。だから、その、お檀家さんにこれ以上もらわないと、一読み例えば30万とかね、もらわないとやっていけないっていう考えは、もしかしたらお寺さん側の一方的なことかもしれないっていうふうに考えています。
それも一人一人のお檀家さんがちゃんと菓子折り持ってって、本当にうちはこれしか払えないんです。無理をしてこれぐらいしか払えないんですっていうことを言った方がいいと思うんです。みんながみんなそうやって言ってくれば、お寺さんだって考えていかざるを得なくなると思うんですね。今はまだ本当は出せるのにケチっているんじゃないかっていうふうに捉えている節もあります。いろいろなお寺様とお話を聞くと。なぜなら、だって外車に乗ってるじゃないかとか、だって新車に乗ってきたよと。いい腕時計してるよっていう風に聞くんですよ、お寺さんからは。でもね、皆さんだっていろいろお考えあると思う。会社の人を乗せるから、車にはお金をかけなきゃいけない。でも、専属用にそこまでお金を避けないっていう価値観がね、随分変わってます。昔だったらご先祖様ありきで今があるっていう考えの方が多かったけれど、そこはもう、伝わってないっていうことにつきますよね。仏教の大事さとか、ご先祖様を供養することが今を豊かにすることなんだっていう思いが伝えきれていないんだから、そこはお寺さんの努力がこれから問われるところだと思っているわけです。そんな感じでね、お寺さんの主張もある。で、市民の側の主張もあるけれど、どっちもどっちっていうところが非常に多くて、何にせよせっかくお盆で親戚一同とか親子で集まる機会、今年はねコロナで集まれなくても LINE で電話したりとかビデオ通話したりとかってあると思いますので、その時にぜひお寺さんと今後どうやって付き合っていく、お参りどう思う、お墓参りしたい人どれぐらいいるっていうことを正してきちんと話し合いをして、でこれからのお寺との付き合いをお家としてどうするのかっていうことをね、まず決めていっていただきたいなって思います。でそれでお話し合いをして菓子折り持ってお寺に行ってみたけどこうなっちゃったああなっちゃったについては私の動画のコメント欄に続々お寄せください。そんなわけで、今回はお寺にお墓がある人のための墓じまいの前に注意した方がいいことを3回シリーズでお伝えしてまいりました。ではお盆ですのでね、またいろいろなお墓にまつわるお話を考えて配信していきたいと思いますので、また聞きたいなっていう方はぜひチャンネル登録などもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画もご期待。